よっしゃ、オッケー。メディコムトイズマフェックスジョン・ウィックチャプター4からケインの紹介です。来ましたね。ドニー兄貴の12分の1スケールのアクションフィギュアですよ。ねえ。実はドニーのアクションフィギュアはね、これで2体目なんですよね。それともちょっと比較していこうか。では、開けていくぜ。よいしょ。どんな感じでしょうかね。出てこい。出てこい。ずらっと。おほほほ、2段構えか。よいしょ。どんな感じでしょうか。よし。よいしょ。いや、ドニー兄貴、何してるんですかめちゃくちゃ似てますね。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。ではまずサイズ比較からいきましょう。フィギュア2仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。では次にこちらは同じくマフェックスのチャプター4ジョン・ウィック。実際ね、もうちょっと身長差あったかなと思うんですが、まあジョンの方が大きめに作られているんでそんなに気にはならないかな。こちらはスターウォーズブラックシリーズのチアルート・イムウェイ。冒頭にも言った1体目のドニー兄貴のアクションフィギュアがこれ。で、このチアルートも盲目設定なんですよね。そしてフィギュアそのものも出来めちゃくちゃ良くて、顔もね、なかなか似ているんですね。その頭部の方は後ほど比較します。そんなケインは何センチあるんでしょうか。だいたい15センチぐらいですね。スーツ越しにもわかる近年のバルクアップ気味の体型をしっかりと再現。もはや真骨頂ドニーイエンですね。スーツやハイネックインナーのシワが自然すぎる。いや、素晴らしい。ショートブーツも鏡面磨きなのか光沢があり、全体的なリアルさに一味買っている。コーディネートするときは靴から考えましょう。履く靴を決めてからそれに合う服を決める。留め具も細かいけど綺麗に塗装。頭部を見てみましょう。まずはティアドロップ型サングラス装着状態。サングラスは取り外せないのでポロリの心配はありません。グラデーションレンズ越しにうっすら目が見えるところがまたリアルですね。特徴的なゴールドフレームもきちんと造形。一見ケバいアイテムだが、兄貴なら何でも似合うから不思議。超ユンファにも勝るとも劣らないほど似合ってますね。いや、これも素晴らしい。こちらはサングラスなし状態の頭部パーツ。目が見えるとさらに似ていることがわかる。もう輪郭、髪型、意志の強そうな広めの額、ほうれい線など、何から何までドニーイエンまんまですね。こんな風に盲目設定なんで耳をそば立てる感じに首をかしげてあげると、いや、笑ってしまうほど似てますね。チアルートと並べてみるとこんな感じ。マフェックスの方が似てはいますが、ブラックシリーズもそこそこ良くないですか？可動範囲、まずは頭部、上はここまでで、うつむきはここまでいけて、ぐるりと一周回れて、このようにぐりぐり傾き取れる。上半身、まず肩および腕なんですけど、これからこの商品を買う方、もしくは開封される方、ここね、ちょっと気をつけた方がいい。まず可動なんですけど、このようにバタフライ機構があって、ここまで引き出せますね。でね、この肩パーツが別パーツで構成されていて、中こんな感じになっているんですけど、これがね、癖があって結構干渉するんですよね。なので、いつものフィギュアのように動かしていると、このように見えますかね。自分そんなめちゃくちゃ動かしてないですよ。無理な動かし方はしてないんですけど、このように塗装剥げ起こしてしまっているんですね。なので、ぐるりと一周はね、この肩パーツに沿う感じで、こんな風にやってあげて、横へはここまでで、腕の付け根でこのように回転があって、肘が二重でここまでで、手首はこのような
角ですね。胴体接続箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて、後ろへはここまでいけて、うつむき、ここまでいけて、胸のところでこのようにぐりぐり動き、腰でもこのようにぐりぐり動く。下半身は股関節に引き出し機構があって、これぐらい引き出せますね。引き出した状態で前はこうで、後ろへはここまでいけて、股割りがここまでできて、足の付け根でこれぐらい動き、膝がここまでですね。足首、後ろへはこうで、前はこうで、つま先あって、傾きも取れる。付属パーツいきましょう。まずは直上の白状ならぬ、これは黒状か？杖に見えて、実は仕込み刀とはまさに座頭市。そしてその仕込み刀、抜刀途中を再現したものも付属。極楽往生！そして仕込み刀、抜刀状態が付属。刀身が綺麗なんですけど、見えるかな？そして鞘のみも付属なんですけど、納刀することは叶わぬ。次にこちらはコンパクトハンドガン。必要のないアイアンサイトを含め、突起物を極力排除したケイン専用カスタムガン。劇中通りなのかはちょっとわかりませんが、黒一色のみなんですけど、細かいところまでしっかり造形されている。ジョンにも付属した決闘用単発銃が付属。多分ジョンと同じものかな。鉛筆、めちゃくちゃ小さいんですけど、全く消えない消しゴムなどしっかり塗り分けされています。劇中印象的なアイテム、携帯用モーションセンサー3個付属。ジャケットオフの上半身が丸々付属。この上半身に先ほど紹介した単発銃を持たせることで、最後の決闘シーンが再現できる。装着させるとこんな感じ。個人的にジョイントの抜き差しはあまりしたくないんですけど、これはかっこいいですね。ハンドパーツは10種類が左右分付属。一見同じように見えても微妙に造形が違ったりします。どの薬指にも結婚指輪が造形塗装されていますね。ではここでちょっとね、個人的好きなドニー・イエン出演映画ベスト3をさらっと上げていきます。全部放題でいきますね。第3位はヒーロー。英雄ですね。主人公リー・リンチェイ、ジェット・リーですね。対ドニー・イエン。リーの武器は長剣、ドニーは長槍。最盛期を得て円熟期を迎えんとする二人の超絶ワイヤーアクションバトル。正直ね、個人的には CG とワイヤーは邪魔でしかなかったんですが、二人の武器さばきは圧巻ですね。第2位は Once Upon a Time in China 天地大乱。みんな大好きワンチャイシリーズ。その中でも最高傑作と言ってもいいんじゃないかな。ドニー・イエンは敵として出演。こちらもリーとの対決。見どころは何と言ってもその主人公のリー・リンチーとのラストバトル。身体能力が頂点に達した時期の二人の超絶カンフーバトルはこれも必見。まだ見たことない方いらっしゃったら、ドニーの使う武器に、そうはならんやろうって突っ込みながらぜひ見てください。第1位は、SPL、狼を静かに死ね。これはすごいですよ。見どころは2つあって、まず、中ボスのウージーンとの武器バトル。ドニーの武器は特殊警棒。ウージーンは合口、ドスですね。この戦い。これはね、格闘映画史上ベストバウトの一つと言っていいんじゃないかな。そして、ウージーンの危機迫る演技も素晴らしかった。そしてね、何より、もう一戦、ラスボスのサモハン金峰との戦い。これね、MMA スタイルのサモハンを見れる貴重な作品でもある。痛々しいまでのどつき合いはこれも必見。格闘シーンだけじゃなく映画自体もめちゃくちゃ面白かったですね。はい、終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。